月神事というものは昭和19年から昭和38年ぐらいまでに断続的に初期された、スピリチュアルメッセージなんですけども、それを受けたのは岡本天明っていう、画家でありそういう霊的な才能を持った方だったんですけども、もともとはその火付神事を下ろす前に大本京ですね、大本にいたこともあって出口鬼三郎にも親交があったっていう方なんですけども、その大本から出て大本が弾圧されましたんでね、出た後にしばらく経ってから火付神事のこの伝達が始まったわけですけども、当時は岡本天明さんも自分で何を書いてるのかがさっぱり読めなかったそうなんですね。で1年後ぐらいに経ってようやくその価値に気づくわけなんですけども、そこに日本は今の戦争に負けるけれども、やがて復興すると。でも復興した時には骨が抜かれていると、でもう一回潰れたようになると出てくるんです。でもその一回また潰れたようになるんだけども、その後に日本としての本当の真価が発揮されるっていうふうに出てくるんです。それとともにその世界でも世界全体がもうおかしなことになってきて、金で固めて金で潰すっていう言葉も出てくるんですけども、金融もうまくいかなくなる、あるいは、自由も共産も共倒れになると出てくるんですけども、自由資本主義も共産主義も立ち行かなくなると出てきてて、共産主義はもう1990年前後で潰れましたけども、自由資本主義もダメだというふうに出てくるんです。まさに今そういうのがなってきて、でもそういうふうに世界がガタガタになって混乱した後に日本がその役割を果たすんだっていうことが出てくるんですね。でそういう流れ、そういう形で理想社会に進むんだっていうのが火付神事の大きなシナリオなんですけども、まさにそのベンジャミンさんがおっしゃってる活動されてることとすごく合致するところが多くって、現実にそういう理想社会に向けて世の中を良くしていこうという運動をされている。でもその世の中を良くするための種になる技術とかはいっぱいあるのに、それを出すまいとしていた勢力がで、その人たちとどう折り合いをつけるかっていうのが今の課題だと思うんですけども、それを実際にどういうふうにやっていくんだっていう現実的にですね、それをやってるのがベンジャミンさんだなというふうに解釈しています。僕はもともと経済ジャーナリストで、世界の一番外貨を持っている国は日本だから、本来はそのお金を使って貧困をなくして環境破壊を止めて地球を良くすることができるのに、なんでやらないということをいっぱいしつこく言い出し始めたら、僕を殺しに来る勢力が出てきたわけで、守りに出てくる勢力も出てきた。それで見えてきたのは欧米がその金融システムとか経済とか政府の上に秘密結社が存在したと。でその結社は何種類かがあって、でも一番最近強かったのは、やっぱり悪魔を崇拝する、信じがたいけど本当なんですよ。悪い人たちだけれども、結局地球の覇権を乗っ取ったけれども地球を運営する能力がなかった。で地球が滅びってわけ、絶滅が増えて人が餓死する。でその人たちがどうすればいいか分からなかな。で仕組みが壊れてしまって、で迷子になったけれども、あの人たちの古い教えとか予言の中に東から答えが来るという昔からあるわけですよ。で僕は長年日本の経済とか向こうの経済を勉強した上でですね、やっぱり今欧米とアジアの両方を合わせて新しい仕組みを作るチャンスが来てて、でそれは日本が発信地になるんではないかと。でそれを言い出したら月神事っていうのはまさにそういう予言してる本が出てたっていうことを初めて知ったんですけれども、やはり
不思議な何か運命を感じるんですよね。でやっぱりその祭りごと経済全部の上にやっぱり神秘の世界があるのは確実なんですよ。こういうことをやりだして初めてもう実感したんですけれども、宗教神秘発想が全部の上にあるわけ、でこれから人類がもっといい地球を作ろうという思考回路を変えるプロセスの真っただ中なんですよ。で今までのものこれから壊れる、もう壊れ始めてるの上に見えてるでしょ、ユーロ危機とかいろんな問題、それが壊れるけれども、その時もっといいものを作るチャンスは実際に現実の世界で見えてる。でその現実の世界ニュースで見えてるものがまさに月信じで予言されたから不思議です。そうですね。もうこれが月信じっていうのはもうだから60年以上前から降りたものなんですけども、当時はやっぱりあんまり月信じっていうのは知られてなかったわけです世の中に。で90年代に入ってからだんだん認知度が上がってきたんですけども、でもまだまだ一部のオカルト好きな人たちの間で読まれていたっていう状態だったんですが、今世の中が世界全体がまさに月信じに予告されてたようになってきて、だから本当にそういうオカルト好きな人たちじゃない人たちの間でも読まれるようになってきたんですね。でそこにはやっぱりすごく日本の役割が重要であるっていうことが出てまして、で私もだからアメリカに3年間留学した時に何か日本には何かあるなっていうちょっと勘みたいなのが働いて、そこから勉強をいろいろ始めたわけなんですけども、やっぱりこの世の中っていうのはどういうふうにどういう仕組みになっていて、どういう形でその社会が成り立ってるんだろうって、私も結構現実主義者なんです実は。それでずっと奥を探っていくとやっぱり宗教的な世界にどうしても通じてしまうと。でその闇の権力の人たちのこともだんだん知っていくとですね、だんだんこの現実主義の社会、現実主義からだんだんこの神秘主義に入っていくわけですよ。やっぱりその宗教的な領域っていうものをちゃんと知らなければいけないという中で、やっぱり月信じというのがすごく私のガイドとしては役に立ったと思うんですね。僕も欧米文明が地球を壊してるという、ぼんやりとしたイメージがヒッピー世代にあったんですよ。で僕は文明から逃げて、でもやっぱりアマゾンまで行っても自然が壊されてる、やっぱり文明がこのままだとアマゾンを壊すと。でヒッピーの間、欧米のヒッピーの間になんかアジアに答えが出てくるんではないかということもあって、日本の大学で学ぶことをしたんですよね。でやはり長年もう日本に30年近く行ってずっとその日本の経済とか金融とか世界の指導者を見てきて、ジャーナリストとしてでやっぱり関心なところを、知るようになるとですね、最初出てくるのはヤクザとかマフィアみたいな用心棒で、その次に出てくるのは財界人とか政界のトップで、その次に出てくるのは宗教的なことなんですよ。で最後に出てきたのはやっぱり日本の宗教とかを、一神教の裏にいるグループとか発想とかそういう世界なんですけれども、まさに今、欧米のいいところとアジアのいいところを合体させてよりいい地球を作る時に来たんで、そのためには今回の対談が非常に役に立つかと思います。はい、それでね、月信じには裏から世界を支配してコントロールしている人たちを、闇の権力の人たちを石屋と呼んでるんですが、その石屋と戦って滅ぼせとは書いてないんですよ。抱きまえらせろ、英語ではエンブレイスって言葉を使いますけども、抱きまえらして和合しなさいとあるんですね。でベンジャミンさんは実際にそういう闇の権力の人たちと渡り合ってる人でもあるので、こういう私たちの対談の内容とかも彼らは知ることになると思うんですけども、あるいは月信じそのものを
翻訳して読んでるかもしれないけども、やっぱりそこでこう世の中がこういうふうな展開になってきて彼らも行き詰まってくる。その中でやっぱり彼らを打ち滅ぼそうっていうふうになっちゃうと彼らも反発してくるのでまた戦争になったりすると。だからそこでどうやって折り合いをつけて、むしろ仲間として、一緒にやろうじゃないかっていうふうにね。でそれはまさにね、石屋だけということで、僕もこういう問題を調べ出してですね、たどり着いたのはフリーメイソンなんですよ。でフリーメイソンっていうのはまさに石職人の団体なんですけども、ピラミッド作りとか教会作り、でその人たちが親組織がじゃあこれから地球で何を作ればいいかっていう決めるプロセスを担当してるから、じゃあこれからこういう地球を作ろうじゃないかという説得をさせれば、まさに僕だから石屋だけっていうことが書かれてることを聞いて、あっと思ってびっくりしたんだけど、まさに今それをやれば、より良い地球ができることは間違いないんですよ。彼らにとってのその組織力とかノウハウとかいろんなものがあるわけですから、それを今度いい方向に生かしてあげればいいわけですね。要するにいいものが悪い人たちに乗っ取られたから、これを再び本来のいい志に戻すっていう微妙な方向修正でできるんですよ。それはやっぱりできるという見込みが出てきましたでしょうか。もう具体的にもなってます。目に見える形でまだまだね、悪い人たちが最後の悪ガキ終わってないけれども、もう数学的にこの人たちが古い仕組みを続かせることは不可能になったんで、崩壊するのは確実なんですよ。でその時にうまい具合に人になるべく被害がない形で新しいものを保護のように作ることがこれからの日本や我々人類の課題なんです。その社会システムが崩壊するとですね、その非常に大混乱が生じるというふうなこともinstitutionに書かれてますけども、一方でその大難が小難になると、その大きな困難が小さく済ますこともできると書いてあるんですよ。それはやはりその石屋と言われる人たちとその立ち回らせる、そういうところにかかってるんじゃないかなと思うので、そういう意味でそのベンジャミンさんの活動はすごく要するにトップレベルで動き出せばですね、湘南で終わるんですけども、ほっとくと革命、混乱、アナーキー、戦争になるから、非常にこれ、大事な時期なんです。うまい具合に責任のあり形で円満に新しい仕組みに切り替えることは我々次第で可能なんですよ。でも放っておくと、大変な、大きな混乱があり得る。ちょうど今その端境期にあるといいますか、地球の歴史の大きな分岐点にまさに今来てるんですね。でそれを乗り越えるとそのカンブリア紀の爆発のような想像をはるかに絶する新しい時代、1000年以上の人命、みんなが超金持ちみたいな生活水準、宇宙探検など現実的に具体的に可能になります。はい、私もそう思います。